私はソニーの α7C2 を半年間たくさんの場面で使ってきました。このカメラは写真も動画も撮りたい瞬間に安心して撮影ができるカメラだと感じています。今日は実際に撮った写真をお見せしながら私がそう思った理由についてお話しできたらなと思います。この半年間は街でのスナップ、旅の風景、自分のプロダクトの制作など様々なシーンで幅広く撮ってきました。北海道の旅中に見た綺麗な景色や海外旅行中の美味しい食べ物、見ているとワクワクするような街の一角、家族との思い出を撮ったりとあらゆるシーンで活躍してくれます。作品というほど大げさなものじゃなくても日々の記録をちゃんと残せるのが私にとってすごく大事なことだと思っています。特に出番が多かったのが FE2470mm、F2.8GM2 と 50mmF1.2GM の2本です。2470mm F2.8GM2 のレンズは全体を写したり少し寄って撮ったりを1本で切り替えられる万能なレンズです。実ったイチゴを撮ってみたり、家族のふとしたリアクションや記念に撮った1枚、制作の過程の撮影など自分が大事にしたいと思った瞬間をいつも素敵に残してくれます。 50mmF1.2GM は主役を立てたい時の1本です。というのも私は 50mm の画角が一番好きで、近すぎず遠すぎず自分が撮りやすいと思う感覚に一番近いなと感じます。背景を整理して見せたいものだけを残したいと思った時にはこのレンズのボケ方は本当に綺麗だと感じます。私がこの α7C2 やソニーさんの純正レンズで撮りたいと感じる理由はまずボケ感です。背景を整理して撮るのもいいと思いますし、主役と背景の整理がしやすくて見せたいものをちゃんと残すことができます。次にオートフォーカスの性能です。撮りたいと思う瞬間はほんのわずかな一瞬であることが多いので、迷いが少ないと撮影の失敗を減らしてくれます。α7C2 とこのレンズだからこそ自分の体の一部のようにして使うことができたと思います。ここからは私がなぜカメラを使い続けるのか、その理由をお話しします。まず大きいのはファインダーを除いてシャッターを切る。この行為が素直に楽しいからという理由です。私は写真を撮るときはファインダーを除いて没入感を味わうのが好きなので、基本的にはファインダーで確認をするようにしています。一方でバリアングルモニターが搭載している機種も多く α7C2 にも搭載されています。それによってローアングルやハイアングルなど撮影の自由度も広がり、よりいろいろなシーンで撮影を楽しむことができます。もう一つはボタンやダイヤル操作で自分の表現したい世界観を作れるというところも魅力だと思います。シャッタースピードや ISO、そして F 値、慣れてくるとほんのわずかな時間で調整をしてぼかしたりぼかさなかったり意図した表現に寄せることができます。私の場合、純正レンズに絞りリングがついているのもすごく好きで、α7C2 だと右手で ISO とシャッタースピード、左手で絞りを調整するというスタイルが自然にできます。操作が右手だけに集中しないところも気に入っているポイントです。そしてさらに撮った後は現像をして印刷をしてお部屋に飾ったり、後で見返したり、思い出として残したり、大切な家族や友人と共有できるという一連のフローを楽しめるのも写真の楽しさだと思っています。写真も動画もどちらも気軽に始めてみたいという方にとってソニーの α7C2 はすごくバランスのいい1台だと思います。レンズは最初から G マスターでなくても大丈夫です。まずはキットレンズでも十分に楽しむことができますし、ソニーさんの純正レンズは70本以上リリースされており、広角から標準、望遠、そしてマクロレンズと選択肢が豊富なので、きっと自分に合う一本が見つかるはずです。旅や日常、大切な人を撮りたい方、何を撮りたいか決まってないけどこれから写真と動画の両方を楽しみたいという方はぜひ一度ソニーの α7C2 をチェックしてみてはいかがでしょうか。購入を検討している方の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。